こんにちは、ポテトです。今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、高速フィネス検証やってみたやっていきたいなと思います。いや、お前新スキルじゃねえのかと思ったそこのあなた。新スキル検証するのに必要な検証なんですね。なので、それ一歩手前の今日は準備段階だと思っていただけたらなと思います。というか、本当は一本でやりたかったんですけど、準備になっちゃったというか、なかなか時間かかったというか、結論から言うと仕様が変わってましたというところになっていくんですが、今日はその様子というか、過程をですね、やっていきたいなと思います。これがですね、結局、新スキルの検証にもつながる裏付けにもなるので、つまんないかもしれませんが、見ていただけたらなと思います。この動画を一般公開してるとき、マグネットフィートの検証を終えてます。それと同時にメンバーシップにはもう先行で公開しているかなと思いますので、気になる人はですね、待っていただけたらなと思います。ちなみに先に言っとくと、このスキル激ヤバです。とんでもないスキルになってますので、期待して待っていただけたらなと思います。はい、ということでですね、しっかりですね、60連でペドリ、そしてベリンガムですね。これを取ることができました。今回はちょっと沼らずにいけたんで、いや、これはもう検証するしかないだろうということで、この2人を使ってですね、やっていきたいなと思います。そもそも高速フィネス検証ってどういったものかってことなんですけども、前作ではやったことがあるんですが、iPad 上にですね、動きを記憶させて、高速フィネス右左右左右左みたいな感じでやっていくんですけど、これがですね、ついてこれる能力とついてこれない能力があるよということが分かったんですね。で、その時の記録がボルコン80、ドリブル80、ボールキープ85を超えていると、全部ですね、3つ条件を超えていると、この高速フィニッシュについてこれるということが分かったわけです。なので、この条件が変わってないかとか、そういったところをね、確かめていきたいなと思います。ただそれがですね、仕様が変わっておりまして、なかなか時間かかったんで、その過程を皆さんにね、ダイジェスト的な感じで見ていきたいなと思います。じゃあ今取ったね、ベリンガムとペドリを使ってやっていきたいなと思うんですけど、まずはですね、ボルコン82、ドリブル80、ボールキープ84までベリンガムを上げてやっていきます。これだとね、前作で言うと、この85台、ここだけね、条件満たしてないことになりますから、おそらくできないであろう。そしてペドリをこんな感じ。初期値なんですけど、85、83、86という状態になってますから、これだったら、前作と同じであれば高速フィニッシュができるであろうというところで、ベリンガムはできなくてペドリができる。そういう想定だろうということで見てきました。で、ベリンガムをまずね、それでやっていったんですけども、こんな感じで、やっぱできないんですよね。何度かやってるんですけど、やっぱりちょっとね、うまくいかなかったというところです。で、ペドリですね。じゃあペドリは大丈夫だろうと思ってやったらですね、なんかおかしいんですよね。あれなんでできないんだみたいな。じゃあ何度もやったんですけど、なんかね、できなかったと。おかしいなということで、そもそも今作高速フィニッシュ検証できるのかと。一旦いっぱい上げてみました。ペドリ90ちょいまで、ドリブル90まで上げてね。で、ベリンガムに関しても89とかまで上げて、これでやってみました。ベリンガムですね。いけたんですよ。はいはいはい。なので、高速フィネスはありそう。ペドリも問題なくできたという形でした。ということは、じゃあ今できた能力とできなかった能力のこの差に何か境界線があるはずだというところで、じゃあこうなったらもう絞っていくしかないということで、まずはこんな感じできたところに丸をしていきましたよというところで、それ以上のところはもう丸で確定なので、丸々丸としている状態ですね。ペドリとベリンガムをね2つ合わせると91、ボルコン91、ドリブル89、ボールキープが93まで、ここまでこれ以上あればとりあえず高速フィニッシュはできるぞという形ですね。で、さっきのところで言うとこの辺がバッテンなのかなって感じはしますが、確定ではないのでまだちょっと置いときます。で、次ですね。じゃあここからもうちょっと下げていきましょうということで、ペドリをね5を下げたのかな。で、ベリンガムに関しては86、84、88みたいな感じにしております。これでできるのか見ていきましょう。まずはベリンガムできてますね。はい、できてるんですよ。ペドリいけてるんですよね。難なくいけてるんですよ。ということは、さっきの表で言うと、これがもうちょっとパンと、こんな感じで埋まりますよね。だいぶ埋まったね。あと全然いけたんだってなって、次ですね。ペドリをね、86、84、87みたいな感じ、1下げかな。ベリンガムも1下げですかね。これでちょっと刻んでね、やっていくんですけど、ベリンガム、いけなかった。
言えなくなったんですよね。さっきまでどうしたって感じなんですけど、いけなくなっちゃった。全く言えなくなった。で、ペドリ。いけるんですよね。ペドリいけるんだよな。ということは、ペドリさっきいけたので、こんな感じ。1個しか丸増えなかったんですけど、一応ここまで分かったぞと。ただこの下がまあ怪しいよねみたいな感じですよね。ベリンガムが今回85、83、87でダメだったんですよ。ただペドリは87でもいけてたんですよ。ということは、ボールキープはこの辺は大丈夫そうなんだよなっていうのがなんとなく見えてくる。でドリブルとボルコに関してはこの辺はバッテンの可能性はまだまだあるよっていう感じになっていますというところですね。なのでちょっと絞っていかないといけないので、まずはこの2つの条件を満たしているかつボルコンが低い選手いないかなというところで探してきました。はい、伊東純也選手がですね80、87、87というちょうどいい能力してたので、これで見ていきます。いけたんですよね。はい。ボルコンめっちゃ低いんですけどいけたの。ということはここ一気に丸がドンと増えましたね。なので一気にここまでいけたんですよね。でちなみにで伊東純也選手を79、86、86、1下げした状態、これでいけるのか見てきました。ちょっと怪しいよね。ダメですね。なんかダメですね。はい。でこれをですね一旦監督をカペッロにしてですね84までちょっと下げました。そうするとで79、87、87とさっきは80、87、87でいけてたんで、これでボルコンのここをねちょっと確かめるかなと思ってやっていきます。いけたんですよね。はいはいはい。いけるんですよ。ということは、ボルコンがですね、もう1個増えてこんな感じになっていきますよというとこですね。ボルコンほぼ今回関係ないのかなっていうのがちょっと怪しいんですよね。で、ここまで見ていくと、さっきベリンガムダメだった時のベリンガムですね。で、ボルコンとボールキープの条件満たしてるんですよ。ってことは、ここ怪しいよねと。いう形になってくるんで、今度はボルコンとボールキープの条件満たしててドリブルだけ低い人、これをちょっと持ってきました。マテウスですね。これでこの状態でやっていきましょう。ドリブルだけね83という形になってます。これでやっていきましょう。はい、ちょっとできてないですよね。ボールキープ91とかあるんですけどできなかったんですよ。はい、で確かめでドリブル84まで上げてきました。そうするといけたのよ。いけたんですよ。ということでこれでもうほぼほぼ確定だろうという形ですね。なのでこの表がこうなりました。はい、ドリブルは83以下は絶対ダメだなということが分かりました。で最後ですね、一応ボールキープのところここを確かめておこうということで、たまたまなんですけどジョブ・ベリンガム弟ですね、弟がですねちょうどいい数値してたんで、この2つを満たしてこっちがここだけ満たしてないんじゃないかというところで、これで弟はできないはずですね。高速フィニッシュができないはずだろうというところで見てきました。やっぱりですねちょっとできてないんですよね。ちょっと怪しい、できんのかなと思ったらやっぱできないんですよね。ということで1上げしてみました。88、89、87でこれでできればもう確定だろうなというところで見ていきます。はいはいはい。できましたね。問題なくできてます。さっきまでのが嘘みたいな感じ。はい。ということで確定したんでこうなりました。ドン。はい。ということで今回の条件としてはドリブルが84以上、ボールキープが87以上、これを満たしていれば高速フィネスができるということが分かりました。で多分なんだけどボルコンは今回関係ないのかもしれない。というのもですね、ここがねもう8以上離れている選手ってほぼいないからちょっと確かめようがないんですけど、でも多分推測ですが、70ちょっとを条件にする意味もあんまりないので、イーフトの仕様としてね。なので多分ボルコン関係なくてドリブルとボールキープが条件2つになった。だけど前回よりちょっと高くなりましたね。80、85だったんでねという形になりました。なのでここの条件が分かりましたね。
はい。で、ちなみになんですけど、これ2つとも両方とも満たしておかないとダメです。どっちかだけではダメなんですね。例えばですね、はい、トラオレ。いつかのトラオレなんですけど、ドリブル99まで上げてきました。ボールキープ82。この状態だとどうなるかというと、全くできない。できる気配すらなかったですね。ドリブル99なんだよ。はい、ということで今日の結論です。高速フィネスはドリブル84以上、ボールキープ87以上必要とします。はい、ということで見えてきましたね。ボードにも言った通りですね、マグネットフィットの検証を終えていて、もうメンバーシップには先に公開してるかなと思いますので、もう少し待っていただけたらなと思います。早く知りたい人ですね、メンバーシップに入っていただけたらなと思いますけども、結果はですね、一般公開するまでは内緒にしてください。今日はこの条件が2つになった仕様が変更したよということが分かりました。ちなみにで言っておきますが、監督補正とかブースターとか込みで大丈夫です。とにかくこの条件、ドリブル84、ボールキープを87を超えていればとりあえず OK という形になりますので、サイドのプレイヤーとかはね、今はもうインフレ結構すごいんで、ほとんどの選手がこれ超えてるんで大丈夫だと思うんですけど、特に中盤の選手とか、あとは能力がとんがってるタイプのフォワードの選手とかだとですね、意外にドリブルとかがいかなかったりするんで、できるだけね、使用感というか、その操作に対しての反応が速くなる。さっきのトラオレ見てもわかるかなと思うんですけど、ドリブルいくら高くてもですね、操作にあんまついてこれないんだったらあんまり意味なかったりとかするんで、そう考えるとこの辺の条件っていうのは地味に見ておくといいかもしれないかなと思います。はい、ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。次回はですね、新スキルの検証を出せたらなと思ってますので、気になった人はですね、高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。